Golden nights and diamond stars, living in our flashy cars, silk and velvet. 目視による常時監視方法。無人航空機の操縦者は、無人航空機及びその周囲の状況を、目視により常時監視することが原則。目視の定義。目視により常時監視とは操縦者が自身の目で直接機体を確認することで、双眼鏡やモニター、FPV 含む、での監視や補助者による監視は含まれないが、メガネやコンタクトレンズの使用は、目視に含まれる。目視外飛行と目視内飛行の違い。目視外飛行では、操縦者は直接肉眼で機体や障害物、他の航空機などの周囲の状況を確認できない。そのため、機体に設置されたカメラやセンサーを使用して、位置、速度、不具合の状態を把握する必要がある。目視外飛行のために必要な装備、補助者がいる場合、自動操縦システム、機体の外の様子が監視できるカメラ、機体の高度、速度、位置、不具合状況などを地上で監視できる操縦装置、フェールセーフ機能、電波断絶時の自動帰還や空中停止、GNSS 異常時の空中停止や自動着陸、電池異常時の発煙発火防止機能、補助者がいない場合に追加する装備、航空機の視認性を高める灯火や塗色、機体や地上に設置されたカメラにより飛行経路全体の状況を確認できる装置、第三者に危害を加えないことを製造事業者等が証明した機能、機体の進路、姿勢、高度、速度、周辺の気象状況などを把握できる操縦装置。目視外飛行について最も適切なものを選びなさい。1、自動操縦システムを装備し、機体に設置したカメラ等により機体の外の様子を監視できる必要がある。2、操縦者がモニターで確認しながら操作を行っていたとしても、目視により確認できる範囲であれば目視内飛行となる。3、操縦者が双眼鏡を使って確認できれば目視内飛行となる。正解1。無人航空機の目視内飛行と規制対象の飛行方法について、最も正確な説明を選びなさい。1、操縦者がメガネを着用し、常時機体を確認して飛行することは目視内飛行であり、規制対象となる。2、補助者が肉眼で機体を監視し、操縦者が双眼鏡で必要時に監視するのは目視内飛行となる。3、補助者のみが双眼鏡やモニターで監視し、操縦者が目視外飛行を行う場合は規制対象となる。正解3。